中学2年の時かな、最初は、要はうちの姉が大学生でギターを持って帰ってきたんです。それを取り上げて弾き始めたのが最初だったんで、なんか自分のギターは欲しいなと思って、楽器店でいろいろ見たりして、カタログももらってきたりしてたら、そこにこう作ってる人とかが、ね、その作ってる思いとかいろんなの書いてあるので、その時になんか変なこういう仕事って思ったのが最初だったんだよね。高校2年の時な、進路をどうするだっていう話で、僕勉強したくないと。で、実はギターを作りたいんだってしゃあないなっていう話になって、で、うちの親がね、じゃあもうだったら仕方ないと、知ってる人がいるからと言って行ったのが東京のチャイ・ユキノっていうクラシックギターの制作家のところだったんですよ。もともとチャイ・ユキノブは、バイオリン作りから始まってるんですね。で、昔のそのギターブームに乗ってもギター作るべみたいな感じでやってたんですね。師匠チャイ・ユキノブはギターのチームと別個に自分でバイオリン作りの方にだいぶ力入れてた時期だったんですよ。そしたらそこで一緒の部屋で師匠とのバイオリン作りの助手をしてたっていうのが割と長い期間いたかな。そんなにというか、だいぶ劣等生の方だったんですけど、弟子の中ではそれ何かって言ったら、あんまり気が入らなかったの、正直なところで。これが僕の偏見かもしれないね。バイオリンとかクラシックって昔の名器を踏襲するっていうのになんかつまんねえなと思って、あんまり気が入らない修行時代だったんですよね。6年間いましたね。まだ250ぐらいかな。スギクラフト時代から始まって、今杉田健二メインでは150本弱なんだけれども、その前ねもう作ってたんで、だいたいそのぐらいになりますね。一番多く使っているトップ材ってやっぱりジャーマンでして、でやっぱバックサイドはアフリカンブラックウッドかなっていうところですね。今ね、杉田健二で、彼らっていうのがメインでやっているわけだけれども、カチッとしたモデルとしてこういう仕様でっていうふうにやっていながら、やっぱり着実に新しい何かを求めてやっているところがあって、いきなりなんか飛び越えてね、今日はもうちょっと全く違う発想で、明日はまたそれとも違う発想でみたいなことはあんまりやってないんだけれども、常にサウンドとプレイアビリティを追求していく中で、一つ新しい何かを見出していきたいなと思いながら日々やっているところですね。この杉田健二彼らでやってることっていうのは、言うたら構造的に一つ大きなやり方っていうのはスパニッシュヒールレスジョイントっていうやり方で、作っている。お嬢さんの持ってるバリトンと、その他に、ドレッドノートで、あえてボルトオン
使ってやっているのはあるけれども、それ以外全部そのスパニッシュヒールレスジョイントを使っているんですね。でこれがその彼らだよっていうふうにもうモデルとして明確に持っていこうとしてて、でそこにはそのプレイアビリティのことだったり、そういうやり方の中でどういうふうなサウンドかっていうのをこうずっと探っていっているから、このモデルを今現在やっぱりメインで作っていっている。ネックとボディが一体になって作っている、それっていうのはそもそもそのスペイン式のね作り方でそういうふうに作っているけれども、そこの中でのちょっとした発想の違いだよね。ボディの外に出ているヒール部分を中に押し込んじゃったっていう、もう非常にシンプルだけれどもなるほどねっていうような発想で作っている。それによって例えばその西村歩さんのジューサルフェットのノールみたいな、その言うたら普通つかないところにカポつけてみちゃったっていうような面白さとかももちろんあるし、ただそれだけではなくって、いかにそのトラブルを起こさない楽器を作るか。頑丈すぎたらそれはトラブルを起こさないだろうけれども、それは頑丈すぎたらやっぱりね硬いガチガチの練らない音になっちゃうので、そこをどうその処理するかっていうところのその一つの答えがもう一個そのボルトオンのヌガっていうやり方につながってて、で一見丈夫なのよ、その杉田健人ヌガってそのネックジョイントって。ところがそこでそのあるやり方をその考えついて、一見丈夫だけどちゃんとコントロールされたそのネックの状態を作り出しているっていうのが一つミソだと。もともとこうねチャイギターに入って、でやっぱりこうねその過去のその素晴らしい楽器を踏襲していくことばっかりやってたことがなんかつまんねえやってって思っていたから、今やっぱりそういった独創的なものを求めていってるってところはあるけども、やっぱりこうそれは今の AI のようにもう日々進化するってことはそれはないだろうけれども、でもやっぱりその新しい何か可能性、そこの中からそのこうやっぱり新しい音楽的にも割と実はその本当に最近の若いバンドとかも結構大好きでよく聴いてるんだけれども、やっぱりそうやってこうね新しい何かをその要は共に見出していけるようなその言うたらミュージシャンと制作家とっていうのは共に見出していきたいなっていうところは大きくありますね。